1ミリのブラックホール第1章。もしも1ミリの終末が訪れたら、もしも地球にたった1ミリのブラックホールが現れたら、世界はどうなるのでしょうか。それは肉眼では見えないほど小さく、それでいて地球全体よりも重い存在です。光さえ逃げられない重力を持ち、時空そのものを飲み込む穴です。ブラックホールとは単に何かを引き寄せるものではありません。そこでは空間と時間という概念そのものが崩れ去ります。存在するだけで周囲の物質を静かに引き寄せ、逃れる手段を一切与えません。この小さな異常は最初のうちは誰にも気づかれないでしょう。空気がわずかに歪み、紙片や埃が不自然に舞い上がる程度です。人々は風のいたずらかと思い気に留めないかもしれませんけれど、その瞬間すでに重力の異常は始まっています。ビルのガラスがかすかにたわみ、舗装された道路に小さな亀裂が走り始めます。肉体では感じ取れないレベルの変化が確実に世界を侵食していきます。ブラックホールはその場に静止しているように見えますが、実際にはわずかに動いています。地表を這うように進みながら、出会ったものすべてを内側に引き込みます。固定された建物も頑丈な橋も時間をかけて少しずつ崩壊していきます。1ミリという小ささに騙されてはいけません。そこにあるのは単なる小さな点ではなく、地球全体を破壊できる重力の極点です。影響範囲は目に見えるものよりはるかに広く、じわじわと周囲を支配していきます。日常は静かに崩れていきます。車が坂道を逆らって滑り始め、街灯が不自然に傾き、ビルの影がゆっくりと歪みます。それでも多くの人々は異変に気づかず、いつもの日常を過ごしてしまうでしょう。ブラックホールは目立つ破壊を最初から引き起こすわけではありません。静かな侵食、それがこの存在の最も恐ろしい特徴です。そしてひとたび地面に潜り込めば事態は加速していきます。地殻の中を進みながら内部構造を破壊し、深く確実に星そのものを蝕んでいきます。逃げ場は存在しません。力ことごとくで防ごうとしても物理法則そのものが支配されているのです。地球上のすべての物質は抗うことなく引き寄せられていきます。この異常は最初は些細に見えますが、やがて取り返しのつかない事態を引き起こします。わずか1ミリのブラックホールがどれほど静かに、どれほど確実に地球を終わらせるのか、これからその過程を追いかけていきます。第2章、人工ブラックホールを夢見た科学者たち。ブラックホールは宇宙の遥か彼方にしか存在しない。かつては誰もがそう信じていました。しかし科学の進歩は遠い神話を現実へと引き寄せました。21世紀初頭、ヨーロッパに建設された大型ハドロン衝突型加速器。この施設では高速に迫るスピードで粒子をぶつけ合うことで、宇宙が誕生した直後の状態を再現しようとする計画が進められていました。実験が目指していたのは素粒子の起源を探ることでした。しかしその過程で極めて小さなブラックホールが生まれる可能性があると一部で指摘されました。微小ブラックホールの生成は理論上あり得る現象です。その規模はたった原子一つ分にも満たないとされ、自然界でも宇宙船の衝突によって似たようなことが起きていると説明されました。科学者たちは仮にブラックホールができたとしても、すぐにホーキング放射という現象で消滅すると予測しました。エネルギーを失い自壊するため地球に影響を及ぼすことはないと考えられたのです。しかしそれはあくまでも理論でした。計算の正しさを保証するものはどこにも存在しませんでした。実験に対して世界各地で不安の声が上がりました。万が一理論に誤差があった場合、取り返しがつかないという意見もありました。一部ではブラックホールが地球を飲み込む未来さえ懸念されたのです。実際加速器の稼働をめぐって訴訟が起きた事例もあります。科学者たちは公式に安全性を説明し、自然界で起きている現象よりも危険は小さいと強調しました。それでも懸念は完全には消えませんでした。技術の進歩とは必ずしも安心と直結しないからです。ブラックホールの生成は結局確認されませんでした。しかしここで重要なのは作ろうとした事実があるということです。科学者たちは危険を承知の上で未知に挑みました。宇宙の力を人工的に生み出せるかもしれないという欲望は抑えがたい探求心と表裏一体だったのです。重力の極限を知りたい、時空の秘密に迫りたい、そんな純粋な動機が世界最大の実験装置を動かしていました。ブラックホールは宇宙の果てではなく、この地球上でも誕生しうるかもしれない。それは希望であり、同時に静かな恐怖でもありました。人類は自らの手で小さな宇宙を生み出そうとしたのです。その試みは失敗にも成功にも至りませんでした。しかし挑戦の火は今も消えてはいません。新しい理論、新しい装置が開発されれば
再び人工ブラックホールは議論の対象となるでしょう。そしていつの日か本当に誕生するかもしれないのです。それが人類の進歩であると同時に最大の過ちとなる可能性も決して否定できません。第3章、1ミリのブラックホールが現れたら、もしもたった1ミリのブラックホールが地球上に誕生してしまったら、それは想像を絶する事態の始まりになります。ブラックホールはどれほど小さくても強大な重力を持っています。その力はあらゆる物体を引き寄せ、逃れることを許しません。大きさが1ミリしかなくとも、その重さは地球全体を超える規模に達します。目に見えないほど小さな存在が街に現れたとしても、人々は最初それに気づくことができないでしょう。初めに起こるのはごくわずかな違和感です。空気が静かにねじれ、軽いものが舞い上がる。紙、ほこり、落ち葉といった日常の小さな存在が不自然な動きを見せます。異常に気づく人はほとんどいません。見えない力は音もなく周囲を侵食し始めます。やがて道路に敷かれたアスファルトがかすかに割れます。地面に固定されているはずの看板が傾き、橋の構造がわずかにきしみ始めます。それでも多くの人はそれを偶然の事故や老朽化と捉えるかもしれません。危機は目に見える形では進行しないからです。ブラックホールはその場にとどまることはありません。わずかな力で地表を這うように移動します。転がるように進みながら触れたものを静かに確実に飲み込んでいきます。吸い込まれた物質は二度と戻ることはありません。それがどれほど大きな建物であっても、どれほど硬い物質であっても、ブラックホールの前では無力です。抵抗は不可能です。地球上に存在するあらゆる物体は重力の支配から逃れることができません。そしてこの異常は地上だけにとどまりません。空を飛ぶ人工衛星も軌道を狂わされ、やがて地球へ向かって落下していくでしょう。高層ビルの頂上部分がわずかに空へ引っ張られる異様な光景が現れます。電線が不自然にたるみ、街の灯りが次々と消えていきます。それでも人々は混乱しながらも避難する余裕は残されるかもしれません。ブラックホールの拡大は一瞬ではなく、静かにゆっくりと、しかし確実に進行するからです。時間はまだわずかに残されています。けれど逃げ場はありません。ブラックホールは止まることなく進み続けます。地表に穴を開けながら地殻の奥へと向かいます。それは地球の中心を目指しているわけではありません。単に重力の支配に従って自然に最も深い場所へと向かうのです。この時点で地球全体はすでに致命的なダメージを受け始めています。表面に現れているのはほんの序章に過ぎません。真の恐怖はこの後訪れるのです。第4章、地球規模で広がる異常。ブラックホールの影響は局地的なものにとどまりません。重力の乱れは大気にも海にも、そして宇宙空間にまで及びます。まず地上では地殻に異変が現れます。地面は不自然に膨らみ、場所によっては小さな隆起が発生します。舗装された道路がひび割れ、鉄道のレールがかすかに曲がっていきます。橋の支柱が傾き、ダムの壁面には細かな亀裂が走ります。これらの変化は一見すれば経年劣化にも見えますが、進行速度は桁違いです。都市部では高層ビルがわずかに傾き始めます。建物のセンサーが警告を発し、非常用の避難勧告が出されるでしょう。しかしなぜ異常が起きているのか正確に理解できる者はいないかもしれません。空では人工衛星の軌道が狂い始めます。通信衛星や気象衛星が正しい位置を保てなくなり、地上との連絡が絶たれる事態が相次ぎます。 GPS システムは大きな誤差を生じ、航空機の航行にも支障が出るでしょう。さらに大気にも異変が広がります。空気中の粒子が重力に引き寄せられ、雲の形成が乱れます。普段見慣れた空の様子が次第に異様なものへと変わっていきます。海にも影響は及びます。潮の満ち引きが不規則になり、沿岸部では突発的な高潮が発生する恐れがあります。特に危険なのは月に対する地球の引力が乱れ始めることです。月の軌道がわずかに変化するだけで潮汐活動は想像以上に大きく乱れるのです。異常は目に見える現象だけではありません。地球内部にも静かに広がっています。プレートの動きが微妙に狂い、通常とは異なる方向に力が加わり始めます。これにより地震活動が活発化する可能性もあります。地球というシステムは無数のバランスの上に成り立っています。そのうちどれか一つが狂えば全体に連鎖的な影響が広がります。ブラックホールによる重力の異常はその連鎖を誰にも止められない速度で加速させます。最初に小さな兆候を見せ、次にじわじわと日常を侵食し、やがて全世界に広がる不可逆的な変化を引き起こします。この段階に入るともはや局所的な対応では意味をなしません。地球全体が
一つの巨大な異常領域へと変貌していきます。そしてその中心には誰の目にも見えないたった1ミリのブラックホールが存在しているのです。第5章、地球の中心へ向かうブラックホール。ブラックホールはただ地表を破壊するだけの存在ではありません。その力は地球内部へと確実に侵入していきます。地殻を破りマントル層に到達した時、状況は一変します。表面の異常とは比べ物にならない速度で崩壊が進み始めます。地球内部は高温で流動的なマントルと、さらに奥には金属の核を持っています。しかしブラックホールの重力の前ではどちらも意味を持ちません。圧倒的な引力が地球の中心部を静かに、しかし確実に引き裂いていきます。マントルは吸い込まれるようにブラックホールに向かい、地殻は内部から支えを失い、徐々に崩れていきます。この段階では地上にいる誰も正確な異変の原因を把握できないでしょう。ただ異常な地震や通常とは異なる重力の揺らぎを感じるだけです。地震の規模は桁違いになります。地殻全体が内部から引っ張られ、通常では考えられない方向へ断層がずれていきます。地表では巨大な陥没が発生し、年ごと沈み込む場所も出てくるでしょう。山脈が突然崩壊し、大地が音もなくひび割れていきます。さらに核にまでブラックホールが到達すれば、地球全体の自転にまで影響が及びます。地軸が微妙にずれ、季節や気候のバランスが一気に崩壊する可能性もあります。しかしそうした変化を観測できる時間はもはや残されていないでしょう。地球内部は外側からは見えません。そのため破壊が進行していることに気づいた時にはすでに手遅れになっているのです。ブラックホールは少しずつ、しかし確実に地球そのものを空洞化していきます。地殻は支えを失い、自らの重みで内部へと崩れ落ちていきます。海は引き寄せられる力によって奇妙な流れを見せ、大気は重力以上に引きずられて乱れます。それでもブラックホールは何も変わらず存在し続けます。何も主張せず、音も立てず、ただ物理法則に従って淡々と全てを飲み込みます。地球という巨大なシステムは内部から静かに破壊され、やがて元に戻ることのできない地点を越えていきます。目に見える破壊はまだ始まったばかりです。本当の終わりはさらに深いところで進行しているのです。第6章、地表が崩れ始めるとき、地球内部で進行していた破壊はついに地表に姿を現し始めます。最初に異変が現れるのは地殻が薄い地域です。地盤がわずかに沈み、目には見えない亀裂が広がります。道路は微妙に波打ち、橋脚がきしみながら傾きます。時間が経つにつれ、人口は無視できない規模へと拡大していきます。都市の中心部に直径数百メートルの陥没穴が出現し、ビル群が次々と内部へ吸い込まれていきます。地面はもはや安定した土台ではありません。巨大な空洞が地下に広がり、支えを失った地表は自ら崩れ落ちていきます。山地では大規模な地滑りが同時多発的に発生します。丘が丸ごと崩れ、森が押し流される光景が各地で見られるようになります。海岸では海水が不自然な速度で引き始めます。水が消えた場所には巨大な亀裂が走り、その裂け目から次々と海底の岩盤が崩れ落ちていきます。都市の地下インフラも次々に破壊されます。下水道は断裂し、電力ケーブルは引きちぎられ、通信網は広範囲にわたって寸断されます。人々は異常に気づき、避難を試みますが、崩壊の速度は想定をはるかに超えています。避難路そのものが沈み、建物が傾き、街は一瞬にして巨大な瓦礫の海と化します。飛行機やヘリコプターで脱出を試みたとしても、上空には重力の異常が広がっており、安全に離陸することすら困難になっていきます。生存のために必要な基盤は次々と失われます。水源は汚染され、電気は止まり、食料供給は断たれます。都市という人類の文明の象徴は、重力のわずかな歪みによってあまりにもたやすく崩れ去っていくのです。地表が崩れ始めたこの段階では、もはやどこにも安全な場所は存在しません。破壊は局地的なものではなく、地球全体に広がる現象へと変わっています。ブラックホールは依然として見えません。誰もその姿を捉えることはできません。それでも確実に全てを飲み込みながら地球の心臓部に迫っています。世界は静かに、しかし確実に終わりへと向かっているのです。第7章、地球の内部からの崩壊。地球の内部ではすでに取り返しのつかない崩壊が始まっています。ブラックホールは地表からさらに深く潜り、地球の中心に向かって進み続けています。核に到達した瞬間、内部の均衡は完全に失われます。中心に存在していた高密度の金属核はブラックホールの引力に耐えることができず、まるで砂の山が崩れるように内側へと崩れ落ちていきます。核が壊れると
地球を支えていた根本的な力が消失します。地磁気は乱れ、大気は本来の構造を保てなくなります。宇宙から降り注ぐ有害な放射線を防ぐ盾も機能を失います。マントルは核を失ったことで均衡を失い、内部で巨大な空洞を作りながら流れ込みます。これにより地表の構造は耐えきれず、次々に崩壊を始めます。大地は裂け、山脈は崩れ、海は制御不能な巨大な渦へと変わります。地殻を支える力はもう存在しません。地表に存在するすべてのものはゆっくりと、しかし確実に内側へと引き込まれていきます。地震活動は限界を超え、一度に世界中のプレートがずれ動くような現象が発生します。震源は深く、規模はこれまで人類が経験したどんな地震とも比較になりません。津波は通常のスケールを超え、海そのものが大陸を飲み込むような動きを見せます。大気中でも異変は加速します。温度差が急激に乱れ、暴風が地上をなぎ倒しながら吹き荒れます。それでもブラックホールは止まりません。存在するだけで物理法則を支配し続けます。惑星全体が内側から空洞化していきます。地球という巨大な天体は重力の中心を失い、自らの重みで静かに潰れていきます。大陸も海も空も全てがゆっくりと中心へ吸い寄せられていきます。外から見れば地球はまだ丸いままかもしれません。しかしその内部ではもはや生命が存在できる空間は残されていないのです。崩壊は止まることなく進行し続けます。ブラックホールは無言のまま最後の一辺までをも飲み込む準備を整えていきます。地球は静かに、そして確実にその存在そのものを失いつつあります。第8章、人類が手にしたかもしれない未来。ブラックホールの力は破壊だけではありません。もしもこの力を完全に制御できたなら、人類の未来は全く別のものになっていたかもしれません。ブラックホールの内部には想像を絶するエネルギーが蓄えられています。その力を安全に取り出す技術があれば、現在のエネルギー問題は根本から解決できたでしょう。重力そのものを操る技術が生まれれば、地球の資源に頼らない文明が築かれたかもしれません。無限に近いエネルギーを手にした人類は大気汚染を克服し、飢餓を終わらせ、さらに地球外への移住すら現実のものにできた可能性があります。都市は空中に浮かび、惑星観光港は日常になる。そんな世界が確かにすぐそばにあったのです。ブラックホールのエネルギーは星をも動かすほどの力を持っています。それを支配できる文明は太陽系を越えて宇宙へ進出する未来を手にしていたかもしれません。しかしその夢は同時に最大のリスクを内包していました。ブラックホールの力を誤って使えば地球そのものを消し去ることにもつながるからです。文明の進化と破滅は常に表裏一体でした。そしてその選択は最後まで人間自身に委ねられていたのです。未来を作るか世界を滅ぼすか。ブラックホールはその選択肢を静かに突きつける存在でした。今この瞬間にも人類は新たな技術に挑戦し続けています。もしかするとどこかの研究所で新しいブラックホール生成の計画が静かに進められているかもしれません。その時地球の運命を決めるのは自然の力ではありません。人間自身の手による選択となるのです。文明の進歩は奇跡でもあり危機でもあります。私たちはどちらを選ぶのでしょうか。未来はまだ誰の手にも決まっていません。